合気の練習なんでピッピッスピードをつけます。スピードをつけて帯揚げで、ちょっとやばい自信ないっていう人は組手の時だけ狙ったところ行きますので無理なんで、僕が中級ぐらいの時の試合ですごい後悔したことがあるんですけど、相手のおつこんにちは、空手家工芸です。今日はですね、岐阜県瑞浪市の山の中にあるちょっと田舎感満載の市民体育館に来ているのですが、今回ここで、開催された、初中級の選手をメインとした大会の後に、セミナー開催を依頼を受けましたので、今回はそのセミナーの一部を、皆さんにも共有していきたいと思います。ちょっとですね、壮大な自然の中なんですが、ちょっと周りを映してもらってもいいかな。もうこうポツンと山の上にある感じですね。高速道路が近いんですけど、ここの体育館の裏も山ばっかりでなかなかいい場所ではあるんですけども、田舎感満載です。ただうちの実家から下道で30分ってめちゃくちゃ近い体育館なんで、僕としては大会審判としてすごいありがたかったんですけど、今からですねこちらで、セミナーやっていきますので、そちらの様子をお届けします。基本的には、初心者の方やソネムの方を対象としているんですが、通常道場でしか教えない、ような超有料級の内容もセミナーの中でお伝えしていこうかなと思っていますので、ちょっとどこまで一般 YouTube で公開できるかは分かりませんが、ぜひ、期待してみてください。ではこの後のセミナーの様子をどうぞ。じゃあ今日、セミナーを仰せ使ったので、今から少し皆さんとやっていきたいなと思います。で最初は、少し基本稽古みたいなことをしたいなと思います。前回、去年ですね、三鎮立ちの立ち方だったりとかを少しやらせてもらったんですけど、今日は基本稽古の時にじゃあ、どこの部位を使って基本稽古をしているのかっていうのをちょっと意識してもらってやるっていうのを少しやってみたいなと思います。じゃあですね、三鎮立ちいきたいと思います。三鎮立ち、はいやめて。じゃあ去年出た人、つま先とかかとのライン、あとつま先を向ける向き大丈夫ですかね。で前の軽く膝曲がってるかな。よし、じゃあちょっと一回軽く合わせだけいきたいんで、じゃあ中段突き準備してください。じゃあ合わせ4回だけいきます。よし、はい、はっ、じゃあ気合入れて10本だけいきます。気合入れてでですね、じゃあちょっと、今日一回上段受けします。ちょっと合わせ見させてもらいます。はい、よし、はい3はっ OK です。一回ちょっと直ってください。で、ちなみに、ちょっと道場によって多分こうやってるところもあればこうやってるところもあればちょっと、違いがあったりするんですが、基本的にみんな前で十字を、バッテン作ってると思うんですが、この時、せっかくなんでやっていただきたいことがあって、背中の筋肉を使って受けるっていうことで、こうやってやってもらった時にちょっと極端に分かりやすくやると、肘をグッと前に出すと背中の筋肉がこうギュッと伸びるの分かると思います。分かりますかね。ここの伸ばすこの筋肉をギュッと縮めます。そうするとこの手が、こう動くと思うんですけど、この背中の筋肉を使ってこの手を上げるのと引くのをすると、ここから手でこうやってやるのとこうするので全く、ここの出力できる力が変わってくるので、手でやってしまうと当然このちっちゃい筋肉でこうやってやってるだけだから、力出ないんですけど、ここ背中をグッと使うと、使える筋肉がもう急に広がるので、そうするとここの力が、強くなってくるので、ちょっと一回少年部の人ちょっとハテナハテナってなってる人もいると思うんだけど、ちょっとやってみたいと思います。じゃあ一回ちょっとね、バッテン作ってください。でこの時にどうしようかな、かなり分かりやすくするね。こうやってやっちゃうと分かりづらいので少し離してください。でなんなら少しさらにキュッてちょっと肘が体から少し離れるぐらいにすると、多分背中が少し張った感じがある。あまりこうやっちゃうとちょっと力入るから軽く肩の力抜いて軽くふっと肘だけクッと前に出します。そしたら今こう引っ張られてるところをキュッと縮める力で引き手と受けを置きます。ですかね。はい、じゃあ今度反対持ってきた時もちょっと後ろ張っといてもらって、ここから持ってきて、はい、じゃあもう一回持ってきて、はい、はい、じゃあ持ってきて、はい、この時にこうならないように、はい、
OK です。じゃあ持ってください。ちょっとね、こういう感じで、普段どこの筋肉を使って自分の手足を動かしているのかなっていうのを考えてやると、普段のそのパンチを打つ時とか他の技やる時も、ここの力使った方がパンチ蹴り、強く打てるかもしれないなとか、もうちょっとこの時ここの力使ったらこう、例えば肩とかでもそうですけど、手で打ち受けするのと、背中の筋肉伸ばして今みたいにこう、開く力で打ち受けするのと、この力強さが全然変わってくるので、こういうどこを使うのか、できれば大きい筋肉使いたいので、それを踏まえて、じゃあせっかくなんで宇宙拳もやっていきましょうか。はい、じゃあちょっと宇宙拳してみてください。これは多分分かりやすい。こうやった時に多分背中勝手にグッと張れると思う。張れますかね。そしたらこの張ったところをキュッと縮める力で持ってきます。ですかね。はい、じゃあ反対持ってきたらグッと背中張って縮めます。はい、もう一回伸ばして伸ばしてじゃあちょっとそれをゆっくり俺がけるんで、ここをちょっとやってみよう。いきます。1、2、3、4。では今度ちょっと外受けいきます。はい、じゃあいきます。1、2、3、4、はい、はっさあ OK です。じゃあちょっと待ってください。ですね、外受けで、正直こうするとなんていうのはかっこ悪いよっていうのが、こっからよいしょよいしょ、なんとなくかっこ悪いで、今度ね、できたらやってほしいのが、この状態からこっち一回引きます。そうするとここの今度胸が張るの分かるかな。胸張るの分かりますかね。なんでこの時にグッとここからここまでの筋肉をギュッと張ります。でこの張った筋肉をキュンと縮める力で受けます。そうすると手をこうやってやるのと、ここ張ってから持ってくるので力強さがバシッて変わってくるんで、ちょっとこれ難しいね。難しいな。よし、じゃあちょっと一回ここまで持ってきてください。そしたらじゃあ一回やってみようか。はい、グッと張ります。胸張ったらここ、ちなみにこうやってやっちゃうと張らないから、これグッとこっちにギュッと張ってみます。ここ張った張ったちょっとここ張ってる大丈夫。押したらこれ1、2ってやると難しいので、じゃあもうちょっと力抜いて、そしたら今度は張った、ギュッと張ったと思ったら持ってきます。せーの、はっ。はい、じゃあ反対持ってきて、同じように引いて、ここが張ったんなんだと思ったら持ってきます。今日それを1って言ったら、ここから張った時に1、はい、2、ここで3、はい、でこんな感じで、ちょっと今上半身しかいってないんですが、本来だと今のにここから地面をこうやって蹴る力と上半身のこれと全部つけると、ここにしっかり受けた時とか、なんならこのままこれ攻撃にしてもバチンっていう力強さが出てくるんで、この体の使い方はちょっと一個ずつ、意識して普段の稽古やってください。なんか毎週の基本稽古の時に、これ何の練習してるか分かんないので、手をこういうする体操やってるわけじゃないので、せっかくだったらここでしっかり背筋使って受ける、前の筋肉使って受けるとか、ここもしっかりバシッていけるように、でそれができるようになったから肩でもそれが使えるようになってくるんで、さっきの、宇宙受けで肩やるときとかでも、普段こうやってやってる人だと宇宙受けもやっぱこうなっちゃうで、グッと背中張って持ってくると、こんだけでもちょっとかっこよくなるんで、肩の大会出る人とかちょっとそういうのも意識してやってみて、はい、わしゃよし。でじゃあ今から少し、今度は蹴りで、狙ったところを蹴るって練習します。でちょっと初年も結構いるんで、ゲーム要素を取り入れたいので、自分と身長が近い人、はい、捕まえてください。隣の人、大人の人でも捕まえてください。よし、はい、じゃあ代表お願いします。ですね、今からやることを説明しますが、どうしようかな。誰か、すみません、尾形さんちょっとよろしいですか。ですね、一人ペアの人気をつけします。はい、反対側の人は顎カバーします。で先生が号令かけるんで、前蹴りで、帯の先端だけ蹴るってやります。いいですか。いいですか。ありがとうございます。ということで、はい、ちょっとじゃんけんしますよ。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。
そしたら今から勝った人蹴ります。負けた人は気をつけ。はい、ちなみに負けた人は1ミリも動かないでピシッ。大丈夫。前の人は絶対に帯しか蹴らない。帯がない人じゃあちょっとこう道着をかで出しておこうか。道着じゃない T シャツをですか。でまあ分かると思うけど、みんなを信じてこうしてくれてる人の金敵を蹴らないようにしっかり意識してください。右左の順番でいきます。はい、構えて、はい、1、2、3、9、はい、じゃあ OK です。治ってください。ですいません、じゃあよろしいですか。ですね、まあちらっとさっき太田ちゃんも言われてたけど、今1、2、こういう人ちょいちょいいる。これ襲われた時に使う。相手がオラーって襲ってきた時に金敵蹴らなきゃ死んな絶対。ということで、練習前蹴りの練習なんでピッピッスピードをつけます。スピードをつけて帯揚げで、ちょっとやばい自信ないっていう人はここはちょっと届かないところから始めます。ここから蹴りながら近づく。数センチずつ近づく。そうそう、今かすり始めた。いやここだ、自分の前蹴りに来るここだって分かるんで、その代わり思いっきり蹴らなきゃ意味ないよ。こうやって蹴ってここだって思ってる人が思いっきり蹴ると大体バチンって蹴っちゃうんで思いっきり蹴りながら近づいていってください。終わりさありがとうございます。はい、じゃあいきます。はい、勝った人から蹴ります。いい、スピードつけるよ。スピードつけるよ。なんなら本気で蹴るよ。相手は手じゃかんけど。はい、1、2、スピード、はい、3、蹴る、4、5、6、7、8、スピード3、スピードつける、4、5、思いっきり蹴って、6、1、8。今って多分みんなよしここ蹴ろうってめちゃくちゃ集中して蹴ったと思いますが、普段の基本稽古でそんだけ蹴り狙ってますかっていう下手すると蹴るときにってやってたりとか、師範動いてんなみたいな見たりとか、これどこ蹴ってるか分かんないので基本的にはもう蹴る場所決めます。1箇所今ぐらいピシッて決めて、距離とか幅とかをここって決めたらそこしか蹴らない、そこしか蹴らないっていう意識をすると、今ちょっとさっき狙ってたところがずれたなって気づけるようになります。でそういう微調整をしていくことで、蹴りって当然精度が上がってくるんですが、大体こうやって蹴ってる人が今からここしか蹴っちゃダメって言われると、どうしようどうすればってなっちゃうので、普段からここって決めてれば、ここって言われたらまあ別にこうすら蹴れるってなるんですが、普段狙ってないとさっきドヨドヨってなったらどうしようってなった人普段狙ってない証拠ないなので、今ぐらいしっかりフォーカスしてここしか蹴らないって決めて蹴るっていう練習を意識してやってください。わかりました。でまあちょっとこれ回し蹴りとか後ろ蹴りになると多分結構難しいので、本来全ての蹴りでできないといけないんですが、後ろ蹴りするとなんかもう後ろ蹴りって言った瞬間にヤバそうな顔してる人が何人かいるんであれですけど、回し蹴りだったら相手の帯を親指の爪だけで蹴る。ここで親指の爪だけで相手ので、そうすると高さと、距離に関しては1センチ以内で、調整できないと当然できないので、そういう感じでですね、まあせめて1センチ以内のブレで抑えたいですね、基本稽古は。要は基本稽古って相手が襲ってくるわけでもない、自分がこう動いているわけでもない、止まったところから決めたところを蹴るだけなんで、その時にブレてる人がじゃあ組手の時だけ狙ったところ行きますって無理なんで、僕が中級ぐらいの時の試合ですごい後悔したことがあるんですけど、相手のガードこんなんなって、いやー冗談いけるバチーンって肩蹴ってなんどこ蹴ってんだっていう感じでなったことあるんですが、要は普段から相手が攻撃してない、自分動いてない時にミリ単位で調整できない人が相手が攻撃してきてる、自分も動いてる時に試合の時だけ狙ったところバチーンっていくのは無理なので、大体普段ここだけ蹴れる、もうピンポイントで蹴れるって人でもブレるんで、そのブレが普段蹴れない人がブレブレになるんで、ちょっとそこを意識して練習。はい、わかりましたということで、今の集中力で少し基本稽古やりたいと思います。よし、じゃあちょっと、周りの人ぶつからないように少し広がってもらって、じゃあ全員前向いてください。はい、じゃあ顎出します。はい、では顎か、まあ蹴れる人はおでこぐらいでいいや。はい、ここに自分の足の幅と同じぐらいの、ナイフ用意してください。イメージ
でプラス距離もイメージしてください。はい、じゃあお構えします。それで狙ったところにピンポイントで蹴っていきます。はい、じゃあ構えていくよ。はい、1、はい、3、4、6、6、7、8、9、はい、じゃん。今先生ちょっと動いた時に先生と目が合った人が数人おったけど、それ絶対今前見てないからね。先生がなんならこうやってやってようがもうしっかりここしか狙って蹴っちゃダメぐらい集中してください。正面の人特に分かりました。よし。であと今見てるとこうなってる人もいるんですが、ちゃんとここしっかり見といて、こうなったら多分一瞬消えてるから、自分の足がちゃんと蹴った時に見えてるから確認。じゃあ続いて上段回し蹴りいきますよ。イメージはここに1センチの、点を用意してください。これも距離と高さを合わせます。でちょっと苦手な人は胸とかでもいいんですが、できたら自分の顎とか、眉間あたりにちょっと点をイメージしてもらって、はい、じゃあこうして、じゃあそこに自分の親指の爪を当てていきます。はい、1、はい、はい、3、はい、OK です。はい、じゃあ待ってください。多分今それやると、今自分ブレてるなとか多分気づきますよね。その、ブレてるなって気づくことが大切です。これブレてるって気づかないと、直そうっていう思考が出てこなくて、直そうって思わないと、自分の体じゃどうやって使ったらここにピンポイント来るんだろうっていう思考が回らなくなっちゃうんで、今みたいな感じで普段の稽古の時にここって決めて蹴るっていうのを意識してやってください。でそうすると、さっき言ったように、コントロールも良くなるし、どうやったらここ蹴れるようになるんだろうって体の使い方にも、意識がいくようになるので、まずは蹴るとこ決めるっていうのを意識してやってください。そしたらですね、今からちょっと、技術的なこともやっていきたいなと思うんですけれども、せっかくなんで組み手の技術も少しやっていきたいので、ちょっとサポーター、各自ちょっとつけてもらってよろしいですか。とりあえず受けられない左の下突きを少しやりたいなと思います。で本気で受けてくださいよ。はい、そう受けてください。そう、これ受けれるんです。でちょっと変える。本気で受けてください。はい、大丈夫。そうです。こそ受けれないです。今日皆さんにお届けするのは、纐纈がスタミナ強化のために現役時代に実際に行っていた具体的なミットメニューと、その時の注意点、試合に直結させるために設けたミットメニューごとの休憩時間の長さやその理由などについてお届けしたいと思います。これ一般部で本当に追い込みたい人はちょっとこのメニュー参考にしてみてください。